お金がたくさんある人がいれば、お金がなく死ぬ人もいます。今回はお金について話します。お金の本質について知り、お金の得方を学べるでしょう。お金の奴隷ではなく支配者になりましょう。お金は物々交換のために作られた道具です。商品やサービスをお金で買うことができます。アダムは鶏とリンゴ5個を交換したいようです。私はリンゴと牛肉を交換したい。そしてジェームズが牛肉と卵10個を交換したがってます。そのためリンゴと卵を交換したい人を探す必要があります。けど誰も卵を持ってない。もしくはリンゴと卵を交換したくない場合、とりあえず牛肉を手に入れたと仮定してみましょう。アダムはどうでしょう。お金を使うことができれば、アダムは鶏を5コインで売り、私のリンゴを買うでしょう。そして私はそれで牛肉を買う。これで全てがスムーズですね。適切な場所、タイミングを考慮する必要がなく、システムそのものが異なります。お金は便利ですね。400km 離れた土地を購入したいジェームズがいるとします。土地を購入するのに20頭の牛が必要としましょう。しかし、もし牛が突然いなくなったら、牛の食べ物や飲み物はどうでしょう。お金があれば簡単になりますよね。しかし、お金の限界もこれから見せましょう。あなたは砂漠に一人でいるとします。喉が渇いていて地下に水があるとします。そしてあなたはお金がたくさんあります。しかし、あなたは一人なのでお金の意味がありません。この場合、お金の価値はありません。お金に井戸を掘るよう命令できないですよね。しかし、水を売っている人がいるとなれば話は別です。つまり、商品やサービスを売っている人がいなければ、お金の意味はなくなるのです。想像してみてください。一人で荒野を歩いています。お金はありますが、武器はありません。人を食べる人種に出会いました。食べられないようにお金をあげようとします。そこで言われます。お前を食べたいんだ。しかも、あなたが死ねばお金は彼のものに。これでお金の本質について理解できたでしょうか。要約すれば、お金は物々交換を容易にするツールというだけです。お金は価値がある場所でしか意味がありません。取引する人がいなければお金に価値はありません。つまり、お金ではなく人の方が重要なのです。この事実を忘れている人がおり、それが問題なのです。しかし、私たちは金ではなく紙幣を現代では使っています。例えば、牛を飼育して$4000で売ったと考えてみてください。しかし、そのお金の真の意味は何でしょうか。人々はあなたがお金持ちだと思うかもしれませんが、実際はどうでしょう。お金は実際にはただの紙です。社会に依存し、あなたが社会にした貢献がただ紙となっているだけなのです。このお金の価値がなくなった瞬間、ただの紙となります。全体像を見るようにしましょう。お金を稼ぐためにしていることが社会にどのような影響を与えているか考えるのです。社会をまとめているか、それとも分裂させているか、家族を支えているか、人々の信頼関係を築いているか、人々に良い価値を与えているか、世界中のみんなが工業と銀行業をしていると仮定しましょう。農業や釣りをする人は誰もいません。食べるものもありません。お金は食べられません。生活のために何をしているかが重要であり、私たちはお互いを必要としています。20人の人間が無条件で互いを愛し合っている世界を考えてみてください。互いを助け合うために自分の役割を果たします。ここではお金はいりません。信頼がありますからね。お金は知らない人と取引するときに必要なのです。お金は信頼がない人と取引するために使われます。信頼がなければないほどお金に依存していきます。さて、ではどのようにして信頼を築けるでしょうか。答えは自分の中で完璧を追求することにあります。では、完璧とはどういうことでしょう。イエスによれば敵を愛することがそれにあたります。敵を愛するというのは敵を倒したいという感情ではありません。
私たちの父ヤハウェのようになることです。そして正義と不義に雨を降らせます。友人だけでなく敵に対しても公平である必要があるということです。しかし正義とは何でしょう。正義とはヤハウェがモーセを通して私たちに与えた律法を意味します。これは他の人に課すものではなく、私たちがそれに従って生きていくものです。敵に対して中立でいることができれば、他の人間に対しても全員中立でいることができるというわけです。そうすれば世界はより良くなるでしょう。一歩ずつです。不可能に聞こえるかもしれませんが、いずれたどり着きます。神の王国はあなたの心のドアをノックしているんです。